こんにちは。ベンチマーク E メールが2021年より定期的に行っている日本のメールマガジン購読状況調査。今回は3年目になります。2023年の調査結果をお伝えしていきます。今年の調査でも、まずは20代から60代を対象にメールマガジンの購読状況を調べました。4324人に尋ねたところ、71.3% の人がメルマガを購読していることが分かりました。世代別で見ると、年齢層が高いほど購読率が高いという結果です。昨年度は 73.0% でしたので、比較すると 1.7 ポイント低下しています。そのうち仕事用アドレスとプライベート用アドレスの両方でメルマガを購読していると回答した763名にメルマガの購読状況について全19問を尋ねました。その結果、メルマガ1通あたりを読むのにかける時間の1位は30秒以上1分未満。購読に利用されているメールソフトの1位は Gmail といったことが分かりました。他にもメルマガを開封する時間帯や SNS の利用など注目していただきたいデータがたくさんございますので、本日は詳しくご紹介します。本調査の最もユニークな点は、仕事用、プライベート用、それぞれのメールアドレスについて回答いただいているところです。各データに共通点や違いがありましたので、ぜひそこにも注目してください。調査概要はこちらの通りで、回答者の年齢分布は国勢調査の人口比率に対応させています。メルマガを読む時間帯について尋ねたところ、仕事用アドレスでは昼、プライベート用アドレスでは夜にメールが読まれやすいということが分かりました。この質問は毎年多少の変化はあれど、大まかな傾向は3年間変わっていません。詳しい結果はこちらです。仕事用アドレスの順位は昨年度と変わらず、朝から午後にかけて読んでいる人が多い結果となりました。プライベート用アドレスでは、夜の時間帯を中心にメルマガが読まれている結果となりました。また、12時から15時台が3位に入っており、昼から午後にかけての時間帯も比較的多くの人がメルマガを読んでいるようです。次にメールマガジンの利用状況について尋ねました。仕事用、プライベート用のメールアドレスともに Gmail が1位、Yahoo メールが2位、Outlook が3位でした。詳しい結果はこちらです。昨年との差はこのようになっております。Gmail および Yahoo メールにおいてはプラスマイナス 1.4 ポイント以内であり、特筆する変化はありませんでした。しかし、Outlook は仕事用、プライベート用ともに8ポイント程度下がっています。Outlook の利用率は低下傾向で、その中でも主に使われる画面はビジネスとイメージしておくと良さそうです。年代別に Gmail、Yahoo メール、Outlook の利用率を見てみましょう。ご覧いただいているのはプライベート用アドレスの結果ですが、若年層ほど Gmail の利用率が高いという傾向が出ています。仕事用アドレスのデータでは比較的 Outlook の利用率が高くなっています。中でも50代では Gmail とほぼ同じ、60代ではそれ以上の利用率です。この世代の読者に向けて B2B メールを送っている方は、Outlook での閲覧も想定することをお勧めします。Gmail を利用している人がメインタブだけではなく、プロモーションや新着など他のタブも開いてみるかという設問については、このような結果となりました。毎回見る、たまに見るを合わせて約8割がプロモーションや新着タブなどを閲覧していると回答しています。年代別に見ると、特に20代から30代は9割以上が毎回見る、またはたまに見ると回答しています。メールを読むデバイスとして PC とスマホどちらを主に利用しているか尋ねたところ、仕事用では PC 派が多く、プライベート用ではスマホ派が優勢という結果でした。詳しい内訳はこちらです。青い部分がスマホ派で、グレーの部分が PC 派ですね。仕事用では PC 派が半数以上、プライベート用ではスマホ派が6割以上です。スマホと PC を併用している人の多さにも注目したいところで、仕事用、プライベート用問わず、両方のデバイスで読む人が半数以上を占めています。年代別に見ると、若い世代ほどスマホで読む傾向が強く、年代が上がるにつれ PC の割合が高くなっていることがわかります。20から30代では仕事用のメールでもスマホで読む比率が7から8割程度と高めでした。
仕事用アドレスでは朝の通勤時間やお昼の休憩時間中にスマホでメールをチェックする人が多い傾向にあるのかもしれません。年代別といえば、ダークモードの利用率についても傾向の差がはっきりと現れていました。こちらはディスプレイを暗い色の背景プラス明るい色の文字へ変更できるデザイン機能のことですが、この機能を使ってメルマガを読むことがある人はどのぐらいいるのでしょうか。全体では 45.8% があると答えました。年代別に見ると、20代では 80.3%、60代では 12.3% と、年代によって利用率に大きな違いがあることがわかります。ダークモードでのデザイン確認はぜひ一度行っていただきたいところですが、特に20から30代に向けてメルマガを配信している場合は必須と言えるかもしれませんね。次に受信されるメルマガと読まれるメルマガの状況を見ていきます。1日に届くメルマガの通数、1日に開くメルマガの通数、1通を読むのにかける時間、それぞれ1位の回答はこのようになりました。届く通数と開く通数の1位は同じとなりましたが、内訳を見ると届く通数の方が多い傾向にある点は注意です。それでは詳しく見ていきましょう。こちらが1日あたりのメルマガ平均受信数です。仕事用、プライベート用ともに1から5通と回答した人が最も多く、2位は6から10通で1位に迫る回答数でした。3位は21通以上でした。3年分のデータを比較したところ、トップ3の数値が近いので順位の入れ替わりはあれども、おおむね変わらない傾向です。次は1日あたりのメルマガ平均閲覧数です。こちらも昨年とおおむね同じ数値です。全問の受信しているメール通数と比較すると、読者は興味のあるものを選んでメルマガを開封していることがわかります。最後は1通あたりのメルマガ購読時間です。1位は30秒以上1分未満。続いて2位は10秒以上30秒未満です。合算すると全体の約8割が1通あたり1分未満で読んでいることがわかります。さて、受信者に届いたメールのうち、開封するメールを読者はどのように選んでいるのでしょうか。判断に影響する要素を尋ねると、件名タイトルが1位、本文プレビューが2位、送信元名が3位となりました。実際に受信箱で見える時のイメージはこちらです。本文プレビューは2年前と比べてプラス5ポイント伸び、送信元名を抜いて今年は第2位となりました。スマホでメールを読む人の割合が上がる中、スマホでは本文プレビューが目立つので順位が上がったのかもしれませんね。また、メルマガを購読するときの動きも見てみましょう。ウェブページなどにあるメルマガ登録フォームから自ら登録したことがあるという方は約8割でした。機会を逃さないようにフォームの設置は行っておきたいところです。登録時に期待するコンテンツの1位は最新情報ニュース、2位はセールクーポンなどお得な情報、3位はブランドやサービスが提供する商品の情報、カタログメニューでした。この傾向は過去3年間の調査を見返しても変わっていません。ちなみに受信したメルマガは当日だけではなく3日前でも読むという方が 25.8% います。読者のニーズにマッチするコンテンツを送れば時間が経っても見てもらえる可能性がありますね。ここからはメルマガの効果測定はせめて3日待つのがいいということも読み取れます。急ぎでなければ1週間待つと9割の読者が拾えますね。次に、メルマガの理想的な配信頻度を尋ねました。仕事用、プライベート用ともに1位が週に2から3通、2位が週に1通です。この週に1通、あるいは週に2から3通というのがボリュームゾーンであるというのは例年変わりません。週に1から3通と聞いて意外と多く送っていいんだと感じた方もいるのではないでしょうか。しかし、これには注意が必要です。配信停止をしたメルマガの配信頻度を尋ねた結果も見てみましょう。配信頻度が高いほど配信停止の可能性が高まることがわかります。回答の約7割を占めたのは週に4から6通、あるいは毎日配信されるというケースでしたが、先ほど理想の配信頻度として挙げられていたはずの週に1通、または週に2から3通で配信停止をするという方も約2割いました。配信頻度は一般的なデータをそのまま当てはめるのは難しく、実際に求められる配信ペースはメルマガの内容などによって異なるということが想像できます。
配信停止率をモニタリングしながら配信頻度を調整するといいかと思います。メルマガを購読停止する理由を尋ねたところ、1位はメルマガの内容に興味がなくなった、2位は配信数が多すぎるでした。内容と配信頻度は影響関係がある場合もあります。現在配信頻度が高く、あまり内容が充実していないという場合は、配信頻度を下げて内容を充実させた方がいいかもしれません。配信停止する際の方法としては、例年と比べてほぼ変化なく、1位がメール内の配信停止リンクフォームで 63.1%、2位は迷惑メールスパム報告で 25.4% でした。迷惑メールスパム報告を使う方が4分の1以上いることは、実はメルマガを配信する側にとっては恐ろしいことです。送信元の評価が下がり、他の読者に送ったメールも迷惑メールボックスに振り分けられやすくなってしまいます。配信停止の方法が分かりづらいと、代わりにスパム報告を使ってしまう場合もあると推察されます。配信停止リンクは分かりやすく設置して、希望者は簡単に配信停止できるシステムにしておきましょう。最後に、メルマガ、LINE、SNS の利用状況です。メディアで会社やお店に関する情報を見ることはありますかと尋ねた結果、順位は昨年と同じでした。昨年と比べると、ほとんどのメディアはそれぞれ2から7ポイント上昇しています。特にないと回答した方は昨年比マイナス 4.4 ポイントで、メルマガを含むネットメディアで情報収集している人が増えていることが伺えます。一方で、あまり上昇が見られなかったのは Twitter、X です。また、昨年と比較して割合が減少したメディアには Facebook がありました。スレッズはローンチされたばかりでしたが、Pinterest に迫ってきており、来年以降の結果が楽しみです。年代別の内訳はこのようになっています。メルマガで会社やお店に関する情報を見ている人は、各年代で安定して約4から5割いることが分かりました。LINE は若い年代ほど回答率が高く、20代では7割以上が会社やお店に関する情報を見るのに使っているようです。情報収集に使っていると答えた人に、実際に購入予約のきっかけにつながったかも尋ねました。昨年と大きな傾向変化はなく、いずれも購入予約のきっかけになる人が約8から9割いて影響が強いと言えます。年代別の結果はこちらとなっており、メルマガにおいては情報収集に使っている人の 80% 以上が購入予約することがあるようです。ベンチマーク E メールでは他にもメルマガ配信業務における失敗談調査、ウェブマーケティング業務上の悩みと解決方法調査といった調査レポートを公開しております。今後も様々なテーマで調査やセミナーを行ってまいりますので、気になるテーマやお悩みがございましたら、コメント欄に置いてあるアンケートやサポートメールでお聞かせください。ベンチマーク E メールを使ってみたいという方は、動画の概要欄より無料のトライアルアカウントをお試しください。それではまた別の動画でお会いしましょう。